皆様こんにちは。リーダーシップ道場のナビゲーターを務めるピーターです。今日はリーダーシップ道場エピソード10になります。前回に続いて今日も体のフィールドをテーマにしたいと思ってます。何度もこのリーダーシップ道場をお聞きになっていらっしゃる方はお分かりだと思いますが、リーダーシップ道場では我々の人生を4つの場と捉えて、それらをどうリードしていくかをテーマとしています。自分の心や内面という心、体や健康という体、そして人間関係、組織づくり、チームビルディングの間、人間関係の間ですね。それから社会とどう接するかという項、この身体観項で捉えています。しばらくちょっとこの体、非常にまた自分の体をどうリードするかという、これがリーダーシップの一端であるということもちょっと珍しいかもしれませんが、やっぱりここで苦労する場合も多いと思いますので、前回エピソード9ではその身体意識をどう高めるか、ボディアウェアネスについて触れましたけれども、今日は、どうしても細胞の不思議にちょっと皆様と一緒に迫ってみたいと思います。ちょっと思い出していただきますと、私は7年の非常に厳しい体調不調に直面していました。その中でありとあらゆる学びをさせていただいて、やっぱり細胞というものとどう付き合うかがどうしても逃げられない領域の一つになってきます。で、我々の体の中には細胞が実は数は正確に数えられていませんけれども、30から60兆個ぐらいあると言われています。だいたい最近は37兆個ぐらいじゃないかなと言われているようですが、細胞の平均的な大きさは幅0.02ミリ。いろんな大きさはもちろんあるんですが、0.0ミリの大きさだそうです。この0.02ミリの細胞の中に、もう常に私たちの体のためにタンパク質を作り続けている工場があります。細胞膜の中にその遺伝子が入っている、DNA が入っている細胞核があって、エネルギーを作るような、ミトコンドリアがあったり、様々な、本当に工場のように働いてくれるものがこの細胞の中に含まれています。で、この細胞核の中に遺伝子 DNA が入っていて、その DNA の構造によってどういうタンパク質が作られるかが決まるというふうに昔は言われてました。で、タンパク質、実はその細胞が作っているのはタンパク質なんですね。タンパク質が私たちの体の中でいろいろな働きをしてくれています。全部で10万種類ぐらいのタンパク質が細胞の中で作られているんですね。で、有名なもので言うと、例えば血糖値を調整するインスリン、骨と骨の間の干渉剤になっているコラーゲン、あるいは、酸素を細胞まで運んでくれるヘモグロビン、有名なのたくさんあるんですけど、全部タンパク質なんですね。ですから、この細胞の中で上手に元気にタンパク質を作ってくれないと、我々の体はちっとも成り立たないという、そんな課題があります。で、そこを調べてるうちにですね、この細胞の不思議にはまってくるわけですが、多分これご存知の方も多いと思うんですが、ゲノムプロジェクトというのは90年代から、アメリカを中心に動いて、とにかく全ての遺伝子をマッピングしようということで、相当のお金をつぎ込んだ研究プロジェクトがありました。で、当時は体の中で10万種類のタンパク質が作られているということは、おそらく10万種類の遺伝子があるだろうということでスタートしたプロジェクトでした。ところがどっこい、何年もやって数十億ドルの資金を投入したにもかかわらず、見つかった遺伝子は2万種類だけでした。これは非常に単純な構造をしているワーム、線虫という、本当に単純なワームのようなものと同じ数の遺伝子です。ですからその時に分かってきたことは、一つの遺伝子で複数のタンパク質が作れると。実は一つの、遺伝子が100種類ものタンパク質を作るというふうにも言われております。で、そうすると、遺伝子で決まるんじゃないのかという、どういうその DNA であるかによって、どういうタンパク質が作られるか決まるんじゃないのかと思われたら、いや、そうでもないということが分かってきました。要するに機械的に細胞の中にこの DNA が入っていればこういうタンパク質を作るという単純なものではなくて、この
遺伝学と言われるエピジェネティクスというんですが、英語ではこのさらに上の概念がそれによって生まれました。ギリシャ語の上とエピという言葉をつけてエピジェネティクスという新しい学問がそれによって実は生まれました。で、このエピジェネティクスが言っているのは確かにその細胞の核に入っている遺伝子によってタンパク質は作られるんですが、どういう遺伝子のどの部分がオンになってオフになっているかというものは、より上の私たちの暮らしとか思考とか健康とかそういうものによっても決まる、あるいは影響を受けると。よって同じその遺伝子でも複数のタンパク質をどういう部分がオンとオフになるかによって作ることができるという、ますます実は不思議な世界にこのゲノムプロジェクトによってなっていったわけです。それはともかくとしてですね、この細胞と我々が付き合って細胞が元気じゃなかったら体が元気になるわけがないので、私も不調が続く中で、できたら細胞の中に入って中から治したいけれども、これはちょっと一個人としてどうにもならない話だなと思いながら森を散策して自分とあれこれ考えたりしておりました。細胞の中には入れないけれども、何ができるかというと、細胞を取り巻く環境は変えられるだろうという、そういう結論に至りました。結局、先ほどのエピジェネティクス、その遺伝学の上を行く概念で言うと、まさにこの細胞の環境がめちゃくちゃ重要だということが分かってきました。私は2年ほど社会から完全に隠居し、たくさん考える時間を与えられていましたので、一体どうやってこの細胞の環境を変えるかという自分なりの持論に至りました。それを少し今日は皆様にご紹介をしたいと思います。そういう意味で要するに細胞を活発に元気にして、ミトコンドリアがたくさんエネルギーを作って細胞の中でどんどん体が必要とするタンパク質が作られるようにするためには、ある意味点検を我々ができるなと思っています。で、5つの角度からその細胞の環境を私たちはいつでも点検することができると思っています。で、1つ目はまず精神的環境と呼んでいます。ものすごい精神的な負荷の下で、暮らしている人は細胞が元気に働くわけがありません。なのでチェックをして、その状態は今どういう値にあるのか、そのストレスは状況を変えられるのか、耐えられない場合はどう対処したらいいか、誰かのサポートが必要なのかと、まず実は精神的環境から始まるかなと思っています。で、2つ目の細胞の環境は物理的環境です。例えば、いつも姿勢が悪いとか、あるいは環境の悪いところ、空気が悪いところとか、汚染が多いところとか、物理的環境が悪いところにずっといると、それはもちろん細胞が活発になりません。なので、ぜひこの物理的環境、自分の労働環境、座っている机も含めていろんなアングルがあります。ぜひこれもチェックをしてみてください。そして3つ目は、これはエピソード9の身体意識でも取り上げましたけれども、酸素環境がすごく重要です。どれだけ呼吸が安定していて深くて、私たちは細胞にもう必要不可欠である酸素を届けて、そして廃棄物として CO2 を、これもヘモグロビンに乗せて、今度は肺まで持っていって外に出していくんですが、この酸素の循環、二酸化炭素の循環も極めて重要ということで、本当に自分の呼吸はエピソード9でも取り上げたようにゆったりしていて深くて健全であるかどうかをぜひチェックしてみてください。4つ目の環境は栄養環境です。これも当然といえば当然なんですが、ちょっとここで、どうしてもちゃんと体にいいものばかり食べるわけでもないし、ちょっと飲み会に行ったりとか悪いもの食べるの全然問題ないと思うんですが、やっぱりずっと栄養環境が悪ければ当然細胞の活力も下がっていきます。そして最後のこれ5つ目の細胞の環境になるんですが、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、私はこれを休養活性環境と呼んでいます。休養は休む、活性は活発に動くということで、やっぱり細胞を元気にするために十分な睡眠とか休養も必要ですが、休んでばかりいては実は細胞はちっとも強くなりません。そういう意味では休養活性環境、
歩いたりとか、運動したりとか、ストレッチをしたりとか、そういうものも含めてバランスよくこの休養活性環境を整えば、本当に細胞は元気に働いてくれます。このテーマ、またどこかで取り上げたいと思いますけれども、このエピソード10の一番のテーマは、その細胞という絶えず私たちの体の中でタンパク質を作り続けている工場。感謝の念を抱かざるを得ないなと個人的に思ってますが、この工場のやっぱり環境をちゃんと整えていかないと元気にタンパク質を作ってくれません。それは自分の意識によって十分整えることはできる。そしてなんとですね、すごいのは、それが DNA の働きにまで影響を与える可能性がある。これがこのエピジェネティクスというフィールドになります。もしもこれによって少しご関心というか興味を持たれたようであれば、ぜひぜひもっと細胞の不思議に潜り込んでいただきたいなと思っております。で、次のエピソードでは、ちょっとまた違ったアングルから、神経系統の不思議に迫ってみたいと思います。これもものすごく面白い世界で、ぜひまたそのエピソード11でお会いできたら嬉しいと思います。このリーダーシップ道場は、YouTube のほか、Spotify や Apple Podcast でも配信しております。ずっとこれから、リーダーシップ道場の4つのフィールドにちなんだいろいろなテーマだったり、対談だったりするものをお送りしたいと思っております。で、この取り組みは同時に世界、特にグローバルサウスの若手リーダーを育成するプログラムとも連動しております。もしもぜひ次の世代のリーダーの育成に自分も貢献したいという思いがおありであれば、ぜひ概要欄で詳細を見ていただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。今日はこの辺でおしまいでございます。